皆さんこんにちは。ファミリー系マートです。略してファミケだぜ。こないだ V ロイドスタジオでキャラクターの作り方やっただろ？やったね。おかげさまで45回も再生されてて嬉しかったよね。最近、3DCG のキャラクターモデリングに興味が出てきたんだぜ。それで V2PMX ってツールがあるって聞いたんだが、どんなものなんだ？ V2PMX について知りたいのね。いいわ、説明してあげる。おう、頼むぜ。V2PMX は、V ロイドスタジオで作成したキャラクターモデルを、MMD で使える PMX ファイルに変換するためのツールだよ。なるほど。MMD って何の略なんだ？ MMD は、ミクミクダンスの略で、3D キャラクターを使ってダンスや、アニメーションを作成できるソフトウェアだよ。初音ミクちゃんたちのような、ボーカロイドキャラクターを使った動画制作に使われているわ。なるほどな。じゃあ、具体的に V2PMX の使い方を教えてくれないか？もちろん、まず、V2Punks をダウンロードするところから始めるよ。おう、よろしく頼むぜ。V2PMX で検索すれば見つかるはずだけど、概要欄に URL を載せておくね。よろしく頼むぜ。ダウンロードしたら、自分でわかりやすい場所に、新規フォルダを作って回答してね。自サブか。プログラマーっぽいな。よし、回答までできたぜ。そしたら V2PMX、EX を実行するよ。V2PMX、EX を実行すると、GUI ウィンドウが開くわ。GUI ってのは、グラフィカルユーザーインターフェースのことか。要するに、マウスでポチポチできる画面ってことだな。そうよ、その通りだわ。マリサ、よく知ってるのね。へえ、ちょっとは勉強してるぜ。次に、V ロイドスタジオで作ったバームファイルを、選択して、実行、ボタンをクリックするの。押した後はどうなるんだ？実行ボタンを押すと、変換処理が始まるわ。しばらく待つと、V ロイドスタジオで作ったキャラクターのフォルダ内に、新しく PMX のフォルダが生成されるの。これが MMD で使用できるファイルよ。おお、そんな簡単なのか。でも、ちょっと待てよ。プンクスファイルができただけで、本当に MMD で使えるのか？いい質問ね。実は、プンクスファイルができただけでは不十分な場合があるの。MMD で使用する際には、テクスチャファイルも必要になることがあるわ。テクスチャファイルってなんだ？テクスチャファイルは、3D モデルの表面に貼り付ける画像ファイルよ。キャラクターの肌の色や、服の模様などを表現するのに使われるわ。なるほどな。じゃあ、そのテクスチャファイルはどうやって用意するんだ？おすすめなのが、PMX テイラーっていうソフトだよ。これも URL を概要欄に貼っておくから、V2Punks の時みたいに回答して新規フォルダで保存してね。また新しいソフトが出てきたな。その PMX テイラーっていうのは何に使うんだ？ V2PMX で生成した Punks ファイルに、物理的な動きを自動で設定してくれるソフトだよ。自動でやってくれるのは便利だな。PMX テイラーを起動するだけでいいのか？そうだね。PMX テイラーを実行すると、GUI ウィンドウが開くわ。そこで、変換したいバームファイルを選択するんだけど、今回はそのまま実行しないでね。何？実行しないのか。危うくそのままやるところだったぜ。そのままだと、何も補正されないから、隣のパラ調整、タブを押して、Vroid2PMX 設定インポート、で、動いてほしいパーツを選択する必要があるんだよ。なるほどな。そっちで選ぶのか。スカートとか色々あるんだけど、そこは調整が難しいから、今回はとりあえず髪の毛だけで行くのをおすすめするよ。なるほどな。アホ毛まで設定できるんだな。これで使えるようになるのか？そうだね。ファイル、タブに戻って、PMX テイラーを実行すれば調整してくれるよ。なるほどな。待ってる間に注意することはあるか？そうね。V2PMX の変換プロセスにはある程度時間がかかることがあるわ。特に複雑なモデルの場合は、変換に数分かかることもあるの。気長に待つ必要があるわよ。へえ、そうなのか。
変換中に進捗とか表示されるのか？V2PMX も、PMX テイラーも、画面に進捗バーが表示されるわ。ただし、細かい進行状況はわからないから、気長に待つ必要があるのよ。おお、すげえな。でも、ちょっと待てよ。もしうまくできてなかったらどこで確認するんだ？良い質問ね。時々、テクスチャが正しく表示されないなどの、問題が発生することがあるわ。その場合は、PMX エディターというツールを使って、調整する必要があるかもしれないの。PMX エディターか。また新しいツールが出てきたな。それは何をするツールなんだ？ PMX エディターは、PMX ファイルを編集するためのツールよ。モデルの構造やテクスチャの割り当てなどを細かく調整できるの。V2PNX の変換で何か問題があった場合に使ったり。あとは、さっき設定しなかった、スカートとかの揺れ物パーツの確認なんかもできるよ。へえ、なんだか奥が深そうだな。よし、PMX エディターの使い方も教えてくれるか？ PMX エディターの詳しい使い方は少し複雑になるから、今回は基本的な部分だけ説明するね。おう、頼むぜ。PMX エディターのダウンロード URL も、概要欄に貼っておくね。今回のファイルも開きやすいように、新規フォルダで回答してね。おう、わかったぜ。PMX エディターを起動したら、変換した PNX ファイルを開くよ。ファイルから開いてもいいし、PNX テイラーで作ったものを、ドラッグ&ドロップしても開けるよ。なるほど、便利だな。材質、タブを選択すると、各パーツのテクスチャが、正しく割り当てられているか確認できるよ。材質タブか、テクスチャの割り当てって、具体的にはどんな風に確認するんだ？材質タブでは、モデルの各パーツごとに設定されている、テクスチャファイルの名前が表示されるの。それぞれの項目で、正しいテクスチャファイルが、指定されているか確認できるんだけど、私たちは Vroid Studio で作ったキャラクターを使っているから、特に変更を加える必要はないんだけど、一応ね。なるほどな。もし間違ってたら、そこで正しいファイルを指定し直すってことか。そうだね。後々 MMD を使っていく上で、このパーツいらないなって思ったら削除する時もあるよ。なるほどな。ボーン、タブでモデルの骨格構造を確認したり、毛布、タブで表情などの変形設定を調整することもできるの。へえ、結構色々できるんだな。でも、初心者にはちょっと難しそうだぜ。この部分はややこしいよね。基本的には PMX テイラーの変換結果を、そのまま使えるから、あまり心配しないでね。そっか。じゃあ、PMX エディターは、必要になった時に使えばいいってことか。そうだね。まずは V2PMX で変換したモデルを PMX テイラーで物理入れしてみて、必要に応じて PMX エディターを使うといいわ。なるほどな、安心したぜ。ところで、V2PMX を使う際に他に気をつけることってあるのか？いい質問ね。いくつか注意点があるわ。まず、Vroid Studio のバージョンと、V2PMX のバージョンの互換性に注意する必要があるの。互換性か。具体的にどんな問題が起こるんだ？ Vroid Studio のアップデートで、出力される BARM ファイルの形式が変わることがあるの。その場合、古いバージョンの V2PMX では正しく変換できないことがあるわ。なるほどな。じゃあ、常に最新版の V2PMX を使うべきってことか？基本的にはそうね。ただし、最新版にバグがある可能性もあるから、安定版を使うのも一つの選択肢よ。V2PNX のページでリリースノートを確認するといいわ。なるほどな。他に気をつけることはあるか？もう一つ重要なポイントがあるわ。著作権に関することよ。著作権か。3D モデルにも著作権があるのか？もちろんあるわよ。Vroid Studio で作成したキャラクターモデルにも、著作権が発生するの。自分で作ったモデルを使う分には問題ないけど、他の人が作ったモデルを使う場合は注意が必要だわ。へえ、そうなのか。
具体的にどんなことに気をつければいいんだ？まず、前回も少し話したけど、Vroid Studio で作成されたモデルを使用する際は、Vroid Studio の利用規約を確認する必要があるわ。適切なライセンス表記を行うことも重要よ。ライセンス表記か、難しそうだな。そうね、でも大切なことなの。例えば、このモデルは Vroid Studio で作成し、V2Punks で変換しました、といった記載を入れるといいわ。また、モデルを改変した場合は、その旨も明記する必要があるわ。なるほどな。著作権の問題は気をつけないとな。ところで、V2PX って、どのくらいの頻度でアップデートされてるんだ？アップデートの頻度は一定ではないけど、Vroid Studio の大きなアップデートがあった時や、重要なバグが見つかった時には、比較的早くアップデートが行われるわ。定期的にチェックするのがおすすめだよ。なるほどな。アップデートのたびに確認する必要があるってことか。そうだね。でも、毎回最新版に更新する必要はないわ。現在使っているバージョンで問題なく動作しているなら、無理にアップデートする必要はないの。新しい機能が必要になった時や、問題が発生した時に、アップデートを検討すればいいわよ。なるほどな。使い方が分かってきたぜ。最後にまとめるね。まず、Vroid Studio でキャラクターを作成。VRM ファイルとしてエクスポート。次に、V2PMX で変換して PMX ファイルを作成。PMX テイラーで読み込んで物理設定をする。出来上がりを確認したいときは、PMX エディターを開くという流れよ。なるほどな。まとめると結構シンプルな流れなんだな。そうだね。ただ、初めての場合は各ステップで、時間がかかることもあるわ。特に Vroid Studio で作ったキャラクターが複雑だと、変換に時間がかかるの。オリジナルのキャラクターを作るのは、楽しいプロセスだし、気長に待ってね。あと、何か変更する場合は、上書き保存じゃなくて、毎回名前変えて新規で、保存しておいた方が安全だよ。バックアップは大事だな。一から作ったら、自分だけのキャラクターだもんな。よし、早速進めてみるぜ。その意気よ、楽しんでね。わからないことがあったら、またいつでも聞いてね。ありがとうな、レイム。詳しく教えてくれて助かったぜ。次は MMD 動画の作り方も知りたいぜ。どういたしまして。そうね、次はいよいよ MMD の作業についてだね。よかったらグッドボタン押してくれよな。また次の動画で会おうね。